最初に板橋球場の会世話人であり、地元で弁護士として活躍されております中本源太郎さんよりスピーチをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。中西区の商店街ご通行の皆さん、堀新さんの前でお買い物する皆さん、ただいまご紹介いただきました板橋球場の会で世話にしております中本と申します。一言、お答えを申し上げたいと思います。我が国の日本国憲法、これ皆さんもご承知のように世界でも稀な平和憲法と言われております。第二次世界大戦において日本人が310万人も犠牲になりました。アジアで2000万人の犠牲者を出しました。このような戦争の深刻な被害、これに対する深い反省からですね、日本は二度と戦争をしないと固く決意して今の憲法を作ったわけであります。この憲法にはですね、戦争は放棄する、陸海空軍の戦力は持たない、交戦権を放棄する、こう書いてあります。つまり私たちは二度と戦争をしないんだと、本当に固く誓って戦後の歩みを始めたわけであります。それから78年が経ちました。この間私たちが戦争に巻き込まれなかったこと、日本が外国の人を殺めたり、あるいは日本人が戦争の犠牲になることなく、この78年間を過ごせたのは、何といってもこの日本国憲法の平和主義のおかげだと思います。この憲法こそ私たちの命や暮らし、これを守る保障だというふうに私は確信しております。ところが、戦後日本の歴史を振り返りますと、この憲法を壊す、破壊する、これを一貫して歴代の政権が行ってきたと思います。日本には本当に軍隊がないんですけれども、ないはずなんですけれども、今や日本は世界第9位の軍事大国、そして今、これから先にですね、5年後には世界第3位の軍事大国になろうとしています。アメリカ、中国に次いでは第3の軍事大国になろうとしているわけであります。そしてまた、2015年にいわゆる安保法制ができました。これは他国に日本が他の同盟国と一緒になって戦争を仕掛けていくんだと、こういうことを認めるような法制度を作ってしまったわけです。明らかに憲法に違反しています。このような憲法違反の法制度が2015年に安倍内閣によって作られて、そして昨年12月にはなんといわゆる安保3文書というのが作られまして、日本はですね、敵基地、あるいは敵基地に限らない敵地にですね、攻撃をミサイルで行うことができる、こういういわゆる敵基地攻撃能力を保有するということを決めました。そしてまた、いわゆる大軍拡を進めることも決めました。5年間で43兆円もつぎ込んでいくと、とんでもない大軍拡ですね。この予算一体どこから来るのか、これは税金です。ここに軍事費にこれだけのお金をつぎ込むということは、他から予算を持ってきますので、当然社会保障費が削られるということで、日本の国民生活を貧しくする、その上でですね、この防衛力を増強したことによって本当に日本の安全が守られるのかということについても本当に疑問があります。今日本はですね、戦争に準備をするために南の南西諸島にですね、どんどんミサイル基地を作ってます。これは中国を狙ってますね。中国を仮想敵国とみなして、中国に向けてミサイル基地をどんどん配備している。これはどういうことになるかというと、日本の安全を本当に守れるどころか、敵側とされた国々から日本へミサイルが向けられる、ミサイルの反撃を受けるということを意味しているわけです。ですから、防衛力を増強して、軍備を拡張してもですね、日本の国民は本当に安全な暮らしを守ることはできないんだというふうに私たちは思います。要するに日本はですね、戦争をしないんだと、他国に脅威を与えないんだということで、近隣の国々は安心なわけですね。日本を攻め込む理由なんかありません。中国だってですね、
尖閣列島の問題なんかいろいろ言われますけれども、中国は日本に攻め込むというなんか根拠がありますか。あるいは北朝鮮が盛んにミサイル撃ちますけれども、これは日本を標的にして日本に撃ち込もうとしているのかどうか、これも疑問です。ところが日本政府、あるいはアメリカはですね、こういうふうに近隣諸国が軍拡がすごいぞと、中国は怖いぞと煽ることによって日本の軍拡を進めさせる、あるいはアメリカと一緒になって戦争する体制を作らせる、そのために煽られてるんだというふうに私たちは見抜かなければならないと思います。だから第二に申し上げたいのはですね、今進めている戦争準備はアメリカにやらされているという問題です。アメリカはウクライナでもですね、ウクライナを戦場として軍備をどんどん送り込んでロシアと戦争をさせています。現につまりですね、アメリカは自らは核大国と戦争する気はない。しかしその前に同盟国に戦争をさせる、同盟国の国土を戦場にさらす、これをやってるわけです。日本も台湾有事で日本がですね、台湾を救いに行くんだと称して動員されると、日本が戦場になります。中国から攻撃されます。このようにですね、アメリカが進めているのは、自分はバックにいて指示はする、指揮はするけれども、これを操ってですね、同盟国にやらせると、これいわゆる代理戦争と言われています。で、こういうことをやらされる可能性が十分あるわけで、日本がアメリカのためにですね、国土も金も人もですね、吸い込まされて、本当に再び戦争の参加になる、こういう可能性があるわけです。私たちはそのことをちゃんと見抜かなければいけない。だから日本の政治家がアメリカに隷属して、アメリカの言いなりになって、アメリカのために金をつぎ込む、今度は軍隊まで派遣する、こういうことをやろうとしていることを、私たちが主権者としてですね、食い止めなければいけないんだと思います。日本は原発54基も持っています。ここを攻撃されたら、ひとたまりもありません。エネルギーも食料も何もないんです。戦争ができるような国じゃないんです。ですから、私たちはこの平和憲法の原則に立ち返って、他の国に脅威を与えない、他の国攻めませんよと、ただ国土が攻められたら反撃をしますよと、この憲法の体制を守り抜くと、これが本当に私たちの暮らしや命をですね、守る最も現実的な道だというふうに私は確信しております。その意味で、これを破っていこうとする今の政治を変えなければいけない。金ばっかり、裏金ばっかり作ってですね、その裏金で政治を動かす。そしてアメリカの言いなりにどんどん税金をつぎ込んで、いらない兵器を買うとかですね、そういうことをやっている売国政治、売国土の政治が操っているのを変えなきゃいけないと思います。本当に国民のために動いてくれる人たちを国会に送り込んで、今の戦争に向かう動きをですね、食い止めていかなければならないと思います。皆さんの声をますます大きく上げていただきますようにお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ただいまのスピーチは、地元板橋球場の会世話人、そして弁護士である中本健太郎さんでした。ありがとうございました。引き続きまして、パレスチナ問題を中心に、市民と対話を進める会の岡本克史さんよりスピーチをいただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。皆さん、パレスチナってどこにあるかご存知ですよね。日本から本当にはるか離れたところなんですけども、地中海のすぐ脇で、ヨーロッパと、アフリカ大陸と、あとアジア大陸と、そのちょうど真ん中のところにあるのがパレスチナっていう土地なんですね。そこにもう昔からパレスチナ人が住んでいた。そこにですね、1947年に、その前からですけども、アラブ人も含めてですね、パレスチナと一緒に共存して住んでいた土地にですね、国連のパレスチナ分割決議というある大国がですね、大国の意思でパレスチナを半分に割るという、半分以上に割るという、そういう決議が行われたんですね。で、その決議によってイスラエルが50%以上の土地を占め、
そこにイスラエル建国っていうのが1948年にできたという、そういう歴史があるんです。パレスチナはもうそれよりも以前からそこの土地に住んでたんですけども、そういう中でイスラエルが建国され、そしてその翌年から、その年からですね、イスラエルがパレスチナの地に入植をして、土地をどんどん占有してですね、今に至っているという、そういう歴史があるということを皆さんちょっとここで聞いていただきたいんですね。で、そこのそういう歴史的な経過については国連でもいろいろな何回も決議を、出してまして、採択されてまして、パレスチナにそこに住む権利があると、それで言われて、イスラエルが占領することについてはその占領地を放棄しろということ、そしてパレスチナ人がそこに逃げ出したいろんな被害を被ったことについては保障するという、そういう国連決議だとか、もしくは国連安保理決議というものが採択されてきたんです、これまで。それにもかかわらずですね、イスラエルという国がどんどん、占領を進めてですね、今ここに地図がありますけども、見てみると分かるんですけども、一番右側の地図が現状なんですけども、パレスチナはもう本当に一部の部分を高いコンクリートに囲まれた中で、天井のない監獄というような形でですね、言われているんですけども、そういう中でパレスチナ人が生活を強いられているという、そういう現状がついこの間もあったんです。ところがこの10月の7日にですね、そうしたことによってそのイスラエルがそのガザという東京都の23区の6割ぐらいのスペースの地域に対してですね、空爆を行って地上侵攻を行って、今パレスチナ人が虐殺されようとしています。ほとんどの、人たちが逃げ惑って、北にいる人は南に行けと言って北を全部爆撃攻撃をして、そしてなおかつ今南に逃げた人たちの上にも爆撃攻撃を行って虐殺しているという状況が今も続いているんです。今日の報道でも200人が殺されているということです。2022年、去年ですね、世界中でジャーナリストっていうのは68人死んでいるんです。ところが今この10月7日から2ヶ月ちょっとの間にガザでは86人90人も及ぶというジャーナリストが殺されているというような現状が今あります。そしてなおかつ今朝私のところに入ったメールでは、イスラエルはジャーナリストを狙って殺しているという、そういう情報も入っています。それは何かというと、そういった今の現状をジャーナリストを殺すことによって世界中に知らせないように、そういうような意図のもとにジャーナリストを狙って殺しているというのが今イスラエルがやっていることです。私たちは本当にそういうこと、言葉では言えば簡単ですけども、今想像してください。ここの板橋でもいいです。板橋で86人の人間が殺されるという現実、1日200人が殺されている現実というのをイメージしてください。そうすればもうちょっと自分のこととして、パレスチナの果てない地域で起こっていることも自分事として捉えることができるんではないかと思います。もっとですね、関心を持っていただきたい。私はですね、1986年からパレスチナの難民、パレスチナから逃げざるを得なかった、そしてレバノンで難民キャンプというところで生活している子ども9人をこれまで1986年から育ててきました。育ててっていうのはおこがましいんですけども、毎月5000円の、生活費を払い続けて彼らの学士の援助をしてきました。今9人目の子どもがつい今年の2月ぐらいにいたんですけども、その子はもうレバノンの難民キャンプにも生活できないということで、家族揃って密出国をしてですね、ヨーロッパの方に出たということで、私の支援は打ち切られました。ただ彼らが今じゃあヨーロッパにたどり着いて安全な行き場所を見つけたかというと、そんなことは情報は一切ないです。どうなったか分かりません。それが今のパレスチナを関係する状況なんです。皆さんもっともっとパレスチナのことを知っていただいてですね、今
この今はですね、本当に民族浄化というような言葉が叫ばれています。イスラエルは、パレスチナの人たちを全員虐殺するということで、民族を消してしまうというようなことをやってるんですね。それでつい22日、国連安保理の決議でも、UAE、アラブ首長国連邦がですね、定義したその安全、その即時戦争をやめろという停止というですね、そういう決議を、賛成したんですけども、そこにアメリカがですね、口を挟んで即時停戦という言葉を削ってですね、それを、認めるというような形で、やってます。今も戦争っていうのは続けられてるんですけど、私たち日本人はですね、日本国憲法という平和で生活する、そういった思いを持った憲法を持っている私たちとしては、ぜひともですね、今こそ日本の政府に対してですね、パレスチナの戦争を即時停止することに働きかけをするという、世界のリーダーとなって働きかけをするというようなことをやっていただきたいと、そういうことでですね、私たち今いろいろと運動してますけども、皆さんもぜひ、ご協力いただきたいと思います。明日、そういった私たち日本人のですね、NGO だとか、こういった問題について意識を高い人たちが集まってですね、明日の朝に記者会見します。国会で記者会見します。いわゆる即時停戦を願う市民の集まりとしてですね、記者会見をします。それが報道されるかどうかは分かりませんけれども、皆さんちょっともし記事になったら読んでいただきたいと思います。話すことはいっぱいあるんですけども、他の方にも語っていただきますので、私はここで発言を終えます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ただいまのトランペット演奏は地元板橋元帥協の山内金久さんでした。ありがとうございました。それでは引き続きましてスピーチに移りたいと思います。次は女性ですね。佳子さんからお話をしていただきたいと思います。スピーチよろしくお願いをいたします。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。はい、俳句を作っております加藤弥勒と申します。よろしくお願いします。ですね、2つトピックがありまして、1つやりたいことがあるので、ぜひ最後までお付き合いください。はい、若い人に今のガザの状況どうやって説明したらいいかなって私考えました。皆さん、進撃の巨人っていう漫画ご存知ですか？進撃の巨人、映画にもなったし、アニメにもなってます。巨人がですね、人間を殺して食べにやってくるんですね。で、人間は塀の中に囲われて、そこで生き延びて、巨人が入ってこないようにして塀の中で暮らすんです。でも巨人がいつ入ってくるか分かんない、いつ殺されちゃうか分かんないって、すっごく怖い思いをして生きるんですね。塀の中の人たちは巨人に対抗する術を持たないんです。それって今のガザの状況と全く同じじゃないですか。本当に塀があって、そこの
中にミサイルがどかどか落とされて、子供や女性、民間人の方を中心に、もう2万人の方が亡くなってしまいました。2万人以上ですね。で、昨日も亡くなってるし、今日も亡くなってるし、もし私、進撃の巨人の世界にいたら、頭がおかしくなってしまうんじゃないかって、もう怖くて怖くて、生きるのを放棄したくなるんじゃないかって、いつも思ってたんです。でも、現実にそれが今起こってるんですね。どうやって助けてあげたらいいんだろうって。進撃の巨人は漫画だから一発逆転が起きます。主人公がすっごいことになって一発逆転しますけど、現実ではそんなことありえないんですよ。塀の中の人は何もできない。ただ殺されるだけ。塀の外にいる我々が虐殺やめてって言うしかなくないですか？虐殺やめてほしいんです。もうインターネットで世界中の人と友達になれるから、私たちこの世代はガザの人ともパレスチナの人とも、もちろんイスラエルの人とも友達なんです。友達が殺し合いするのを見てたくないんです。どうか皆さんガザのことに関心を持って、今日お家でちょっとだけこの話をしてみてください。クリスマスを幸せに過ごせない子たちがいるんだよって、ちょっとだけお話ししてみてください。さて、国内のことに目を向けてください。平和って何ですかっていうときに、戦争があったら平和じゃないです。でも戦争がなければ平和ですか？違いますよね。戦争がなくても平和じゃないって、今この日本も平和じゃないって、安寧がないって思いませんか？搾取はされてるし、未来はないし、増税はするし、なんか心の平和が全然ないんですよ。私たちの世代。生まれた時から消費税はある人もいるし。で、この世界ってこうなんだなって諦めちゃってるんですけど、すごく平和じゃない世界に生きてる。失われた30年って言いますけど、最近私あれって思ったんです。奪われた30年じゃないですか。誰に奪われたんですか？政治です。もっとしっかりしててくれたら、非正規がこんなに多くて不安定な暮らしに困る人っていなかったんじゃないですか？じゃあ誰がこの30年政治してきたんですか？みんな知ってますよね。大人だから知ってますよね。自民党が政治をしてきて平和がなくなっちゃった。それがとっても私はショックです。失われた30年じゃありません。奪われた30年です。皆さんこれを胸に刻んでください。なんか勝手にどっかに消滅したんじゃないです。奪われた30年です。私40歳なんですけど、30年返してくれって思ってます。さあ、最後一つだけ皆さんに協力してほしいことがあるので、ちょっと許可も取ってないんですけど、最新式のシュプレヒコールをやってもいいでしょうか？最新式のシュプレヒコール、私一人でやるとすごい恥ずかしいんで、皆さん必ず元気に付き合ってください。はい、体がちょっと寒くなってきた人はぴょん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 一緒に行きます。岸田やめろ、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 お金で買った政権返せ、お金で買った政権返せ、岸田政権今すぐ退陣、岸田政権今すぐ退陣、増税するな、増税するな、脱税脱税するな、するな、差別をするな、差別をするな、差し控えるな、差し控えるな、愛
改正岸田、郵政やめろ、岸田、やめろ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 お金で買った政権返せ、返せ返せ返せ、返せ返せ、返せラスト1、返せ。ありがとうございました。ありがとうございました。元気なスピーチとコールでした。ありがとうございました。それではですね、今日のこの行動に政党からも代表の方が来てますので、ご紹介してスピーチをいただきたいと思います。最初に立憲民主党地元東京11区の代表であります阿久津幸彦さんよりスピーチをいただきたいと思います。皆さんこんにちは。今女性の方からのね素晴らしい、盛り上がりでその後に話すのは辛いんですが、1分だけ時間をいただければと思っております。私は立憲民主党板橋の総支部長を務めております前衆議院議員の阿久津幸彦です。私からはもう1点だけなんです。もちろん歴史は大事です。そして状況をしっかりと理解することも大事です。しかし今現実に毎日毎日多くの方々がパレスチナで命を奪われている、子どもたちも奪われているんです。これを止めるにはどうしたらいいんでしょうか。一時停戦、無条件の停戦を私たち国民から発信していくしかないんではないでしょうか。じゃあどこに発信をしていくのか。一つが日本国の政府にです。私たちは有権者ですから政府に発信をする、そういう権利があります。2つ目、アメリカが日本の友好国であるというのであれば、力を一番世界中で持っているアメリカに向けて、アメリカ政府に向けて、アメリカの大統領候補者に向けて発信していく、無条件の停戦を発信していく必要があるんじゃないでしょうか。そして最後に3点目は、私たちの SNS での発信は世界に同時に伝わります。日本語で書いていただいても結構なんです。その言葉が翻訳されて世界に移っていきます。どうか皆さん一言でも結構です。パレスチナで平和を実現するために即時無条件停戦をお一人お一人が訴えていただけますようお願い申し上げまして、私からの訴えとさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまのスピーチは立憲民主党の阿久津さんでした。それでは、日本共産党から区議会議員の方が見えてますので、ご紹介し、奉仕スピーチをさせていただきます。皆さんこんにちは。日本共産党の区議会議員で小柳茂と申します。この先の氷川町から中板橋、そして南常盤台あたりで活動させていただいております。皆さん、みんなの声で学校給食費が無償になりました。来年度も継続し、そして対象も拡大することが決まっています。みんなの声で政治を変えることができます。それは区政や都政といった問題だけではありません。10月に国連でイスラエルとパレスチナの人道的休戦の決議が120を超える国の賛成で行われました。この時、日本政府は退席しています。しかし、12月14日の国連総会、ガザ停戦決議では、賛成した155の国の中に日本も入っています。もちろん、世界の世論、そして日本国内でも今、私たちがやっているような、こういった取り組みが続いている。それが政治を変える。
このことにつながっているのではないでしょうか。今、岸田政権、とんでもない悪政を進めています。しかし、声を上げることによって政治を変えることができます。今年、私が大好きだったアーティストの坂本龍一さんや大江健三郎さんが亡くなりました。こういった方々もずっと前から憲法は大切、戦争はしてはいけない、こういったことを訴えてまいりました。これを諦めずに声を上げ続けることが大切です。声を上げれば政治は変えることができる。国民が物価高騰で苦しんでいる中、裏金を積み重ねてきた、そんな人たちに憲法を変えさせてはなりません。諦めずに、来年も皆さん元気よく力を合わせて、平和を求めて、そして憲法を絶対に変えさせない、声を上げてまいりましょう。来年こそは皆さんと力を合わせて、良い年を迎えましょう。共に頑張りましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ただいまのスピーチは共産党区議会議員の小柳さんでした。ありがとうございました。それでは3回目になりますけれども、トランペットの演奏に移らさせていただきます。山内さん、よろしくお願いします。ありがとうございました。ただいまのトランペット演奏は山内兼久さんでした。それでは引き続きましてスピーチをやっていきたいと思います。国会やですね、いろんな新宿ですとかいろんなところでこの問題で、活躍されております。よろしくお願いをいたします。皆さんお疲れ様です。私あんまりここに来ることなかったんですけれども、実際来てみたら、なんかあそこの焼き鳥屋さんですかね、たくさんの人が並ばれていて、クリスマスイブっていうこともあるのかもしれないんですけれども、大勢の方がこうやって商店街でお買い物されているような街なんだなっていうふうに思います。そういう何気ない幸せが今パレスチナガザの人たち奪われてしまっています。送れなくなっています。本当はクリスマスって少しウキウキした気持ちになるんですけれども、今年はとてもそんな気持ちになれないんです。別にウキウキしてる人を責めるわけじゃないんです。でもどこか自分の家族と大切な時間を過ごしながら、頭の片隅、家中心で今パレスチナの子どもたちはクリスマスを祝うどころか、毎日毎日命を奪われているんだな。家も奪われ、ふるさとも奪われ、空爆に怯えながら自分の家もふるさとも捨てざるを得ないような状況になっています。どうか今お買い物中の皆様、このことを知らない方がもしいらっしゃいましたら知っていただきたいと思っています。そしてこの板橋の小さな町の片隅の商店街でパレスチナ遠いところのことを訴えたって意味がないと、もしかしたら思ってらっしゃる方も今通りすがりの方の中にい
いらっしゃるかもしれません。でもそんなことは決してないんです。どんなに小さな街角で今はたくさんの方集まってらっしゃいますけれども、一人でも今プラカードを持ってガザへの虐殺やめろというそういう声が日本全国で上がっていること、皆さんご存知でしょうか。この声は日本ではもしかしたらまだ小さいかもしれないですけれども、それでもあちこちで上がり始めています。世界中ではフランスやドイツ、そしていち早くイスラエルの支持をしてしまったバイデンのアメリカであっても、多くの人たちが虐殺やめろの声を上げています。私はこの声と一緒にどんなに小さな声でもやっぱり目の前で人々が殺されているのに対して沈黙するわけにはいかないと思っています。今回ハマスがこのきっかけを作ったというふうに言われてますけれども、ずっと70年以上もガザの人たちは占領され、自分たちの土地を奪われ続け、人権を侵入され続けてきたんです。何度も大きな爆撃がありました。2014年にもありました。その頃から私は新宿の西口の小田急デパート前で毎週火曜日、ガザに平和をサイレントデモという行動でスタンディングをやっていました。止めたかった。まさか2023年になってこんなことが起きて、そして世界中が止められていない、国連で決議を上げていてもまだイスラエルのこの非常な振る舞いを止めることができていない、人類は進歩していない、そう思っています。本当に悲しい、辛い。2万人以上の人がもうパレスチナの人たち殺されてるんです。2万人というと東日本大震災で2万2000人の人が関連死も含めて亡くなっています。自然災害ではないんです。故意に人が人を殺しているんです。このことぜひ皆さんも一緒に考えていただきたい。自分の大切な家族、大切な友達、大切な子供たち、何の罪もない人たちがたくさん毎日殺されています。どうか皆さん、小さな声でも集まれば大きな声になるんです。今たくさんの人たちがプラカードを持っています。なんて書いてあるんだろう、ちょっと読んでみてください。そしてフリーパレスチナというプラカードを私は持っています。どういうこと？ガザに自由を、どんなことなんだろう。閉じ込められて、封鎖されて、あっちへ行け、こっちへ行け言われて、難民化させられて、でもそこにも爆撃は落ちてくる。そんな人たちのことをどうか皆さん、このクリスマスというウキウキした時にそんな話しないでよって思うかもしれないんですけれども、世界のどこかでこれだけの大量虐殺が起きている、歴史に刻まれている。その時に大人のあなたは何してたの？お母さん何してたの？その時声上げなかったの？って自分の子供に言われて恥じる思いをしないために、後悔しないために、皆さんにも何か行動を起こしてほしいと思っています。イスラエル大使館前の座り込みやあちこちで新宿や渋谷でスタンディングをしたり、大きなデモがあったりします。パレスチナに平和を緊急行動、これで検索してみてください。そしてその平和へのアクションの輪に皆さんもぜひ加わっていただきたいと思います。世界中の大きなこのパレスチナに平和を自由をという大きな輪でイスラエル、ネタニヤフを私は孤立させたいと思っています。どうか皆さんその輪に加わってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。引き続きまして、新日本婦人の会の佐藤さんよりアピールをさせていただきます。よろしくお願いします。新日本婦人の会は、
創立から61年、ずっと戦争のない平和な世界をと訴えて、行動してきた、日本で一番大きな女性団体になります。私からは、もうとにかく、皆さん同じ気持ちだと思いますが、子供を殺すな、女性を殺すな、誰も殺すな、ガザに平和を、直ちに停戦、ガザのみんなが、世界中の皆さんが、ミサイルが落ちてくることを心配せず、年を越せますように、とにかく、今の状態はあまりに悲惨です。ただ、その本当の悲惨さが日本でどのくらい報道されているのか、なんか隠されているような気もしないではありません。本当に、今ガザにいる人たち、もう明日生きていないんじゃないかと、本当に不安の中で過ごしています。とにかく直ちに停戦、平和な生活を今すぐ取り戻せるように、私たちはどんどん声を上げていきたいと思います。すいません、短いですけど。ありがとうございました。ただいまのスピーチは新日本婦人の会の佐藤さんでした。それではですね、スピーチの最後になりますけれども、暮らしにデモクラシーの和田優さん、立教大学の教授ですけれども、和田さんよりスピーチをさせていただきます。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。寒いですね。実は今日午前中、私は直接は関わってないんですけれども、関われなかったんですが、今回はアルサー病院の駐車場を借りてフードパントリー、フードバンクの取り組みが行われてました。ここ3、4年ぐらいフードバンク、フードパントリーの取り組みしてるんですが、始めた頃は50名、60名ぐらいの人が利用者で、当日券ありみたいな感じだったんです。しかし、今日午前中先ほど仲間から聞いたら、200名近くの人が殺到し、当日券なんて全くないというそういう状況で、フードバンクやりますっていうふうに告知したと同時にすぐ枠が埋まってしまうような状況になってます。何度もフードバンクをやっているので、よく知られてるってあるかもしれませんけれども、やはり今、この日本社会の中で本当に生活が苦しくて大変だという人たちが多くいるんだな。貧困問題というのは、まさに問題というよりもまさに貧困そのものの状況が今目の前にあるなというのを感じています。フードバンクを利用している人だけではなくて、私は立教で教員をしていますが、学生を見ていると、学生の中の格差を感じることもあるし、貧しい学生は本当に貧しいなっていうふうに見えます。お昼を食べるお金がない、もったいないからっていうことで昼を食べなかったり、あるいはゼミ合宿行くのにも本当に必死でお金を何度かかき集めないとゼミ合宿行けないみたいな学生もいるんです。今日は僕ファストファッション着てませんけど、ファストファッションもあるんで外から見たら見えないんだけれども、穏やかに今私たちこの日常暮らしがあるかもしれないけれども、この暮らしの中にも様々な貧困があり、そして人と人とが分断されている、そういう状況にあると思います。今日有永さんや岡本さんがパレスチナの話をされ、関心を持ってほしいと話されました。僕は関心を持つことができないぐらいに自分の日々の生活で必死だっていう人が多い。つまり生活の貧困は世界への想像力を奪うんだというふうに私は強く思っているんです。そして今日のスピーカーみんな言いました。人災じゃないんですよ。そういうような私たちの国のありようを作ってきた政治がある。政治状況がある。選挙行かなかった人に責任あるんですよ。それはぜひ言ってください。そして
政治を変えていくためには何が大事かというと、私はやっぱり憲法を守る。憲法が大事だと思う。憲法をしっかりと守ってくれる政治家、政党を選びましょうよ。学生が貧困だって言いました。憲法には書いてあります。学習権をしっかり保障する。そういう国が日本国なんだって憲法に書いてあるじゃないですか。民法改正だってもっと早くていいはずなんですよ、夫婦別姓。憲法に書いてあるでしょ。個人として私たちは尊重されるんだって。日本国憲法というとってもいい、私たちが平和で生きていける、人と人とが分断されずに、豊かで平和で幸せに生きていける権利が保障されている日本国憲法。その日本国憲法を生かせる政治や政党を選び、私たちの地域社会をより良いものにしていきたいというふうに思っております。今日は最後ということだったんですが、弥勒さんがさっきコールをやって盛り上がったので、2番センチだけど使わせてもらっていいですね。オール板橋、私オール板橋の事務局長もやっていますが、11月26日、オール板橋デモをやりました。その時のコーラーである佐竹さんから最後ですね、締めということで、いくつかコールをしてみんなで声を出して終わりたいと思います。じゃあ佐竹さんお願いします。お買い物中の皆様こんにちは。今日は、夕ご飯何食べますか？美味しいチキンを食べますか？幸せなクリスマスをお過ごしください。メリークリスマス。世界に平和を。家庭に平和を。隣の人に平和を。子供に愛を。小さな子供に愛を。子供に平和を。世界に平和を。ガザにも平和を。憲法を守ろう。政治を守ろう。政治を変えよう。皆さん、今日は素敵なクリスマスをお過ごしください。ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、最後にまたトランペットの演奏をしていただくんですが、その前にいつもね、演奏だけ頼んでいるので、スピーチもお願いしたいと思います。それでは山内金久さんです。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。ご近所の商店街の皆さん、お住まいの皆さん、こんばんは。ただいまご紹介いただきました山内金久と言います。私は板橋の減水爆禁止しようという運動をしています。この板橋減水橋の副会長も務めています。皆さん、このガザの大変な事態、そしてウクライナのこと、もう毎日心を痛めていると思います。しかし私は今年平和行進5年ぶり5回目で36都道府県通算して歩いてきました。どんな市町村、地方議会でも皆さん保守的な市長さん、村長さん、議長さん多い中で、この核兵器なくそう平和行進をみんな歓迎して激励してくれます。これはなぜでしょうか。日本は15年間続いた戦争に大変な痛手を受け、悲惨な目に遭いました。ですから全国民が平和を望んでいる。そして広島長崎のこの被爆体験、これは世界で唯一の日本被爆体験をした国です。核兵器をなくそう、この声も全国民の願いだと私はこの自らの平和行進で確信してまいりました。皆さん、今このプーチン大統領の核の脅し、そしてイスラエルのある閣僚が核を使用することも選択肢の一つだなんて言いました。とんでもない話です。皆さん、絶対に核兵器は使わせない。そして戦争をやめさせる。どこの戦争も誰がやった戦争も、これは人類に対する最悪の罪悪です。皆さん、私はそのことを強く訴えたい。
日本の被爆者と平和運動、これが核兵器禁止条約に実を結んで、今これが力を発揮しています。戦争を進めている人たちも核兵器を使おうということを、この手を縛る、そして核保有国も核の反撃を公然と言い出せないところに追い込んでいる。これは私たちの平和、核兵器をなくそうという力の大きな到達点であります。私はこのことを訴えまして、最後に子どもたちも知っている曲を一曲披露したいと思います。ありがとうございました。ただいまのトランペット演奏をもちまして、本日の宣伝行動は終了させていただきます。最後に、この前でですね、集合写真撮りたいと思います。今日は数えたところ75人の方が参加されたというふうに聞いております。写真に写ってやばいという人は除いてですね、ぜひこの前に集まって集合写真を撮っていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。はい、写真の撮影は以上で終了いたします。本日はご協力ありがとうございました。引き続きいろんな場所でね、声を上げていきたいと思います。皆さん、良いお年をお迎えください。ご近所の商店街の皆さん、大変お騒がせいたしました。ご協力に心から感謝を申し上げます。良いお年をお迎えください。失礼いたします。